足がねヒュンってなる。おばあちゃん、ハイチュー、ハイチュー。こんばんは。山と僕らのお時間です。今回は新企画記憶めぐりをお届けします。私の母の学生時代、パパとの出会い、ビアンカ誕生の地に足を運んできました。それでは母のエピソードからお送りいたします。どうぞ。私の思い出の場所は東京です。人生が変わった場所だから。18歳の時、鹿児島から東京へ出てきて、初めてのアルバイトが NS ビルの30階だった。やぐら茶屋っていう居酒屋さん。面接の日、ビルの下からまっすぐ上を首が痛いほど見上げて、唖然としたのを忘れない。見たことない景色を今から見るんだなって思った。特に NS ビルからの夜景で、高層ビルの赤い点滅する飛行機よけの灯りを見ると、未来に胸がワクワクした。見てください。母は30階でバイトしてたって言ってましたが、今29階になってますね。ね、30階は貸し会議。会議室になってる。まあ25年25、6年経ってたらそりゃあねね。変わるよね。というわけで行ってみたいと思います。おー。これだよ。ね。ママが見てわーって首痛くなるまで見上げたビル。うわー。これがママの大人への一歩だったんだね。鹿児島から鹿児島からはるばる出てきて。すごいね。で、すごいね。これは首痛くなるわ。すごいね。気になる。三重県だってね。すげえ。気になる。29階に行きましょう。母のバイト先でございます。母はここでバイトしてた時に、ピーターパンの格好をして、なんかそういうコンセプトのお店だったみたいで、もうないみたいだね。ママが言うには飲食店が29階と30階どっちも飲食店だったんだって。そうなんだ。時の流れだね。ねえ。29階着きました。すごい足がねヒュンってなる。見て、これは高いね。高いね。こんなところで働いてたんだね。うわー、私無理こんな都会じゃ働けないわ。江ノ島にあるお店もある。本当だ。ビルキャンティ。ルキアンティ。あー、でもちょっとさ、外が見えるけどさ、こんな高いところで働いてたら夜景すごいって思うよね。あ、ほら景色がすっごいね。こんな高層ビル。あ、いける。いける。おー。あったあった。ママはね、ここの夜景が好きなんで。今日はちょっとあいにくな天気だけど、高えな。あそこ森すごいね。ね。明治神宮。森を残したんだよね。あ、それとも森を作ったのかな。どっちなんだろうね。どっちなの？ちょっと調べてみる。100年前、荒れ地だったところに寄付された10万本の木を植えて人工的な森を作りました。今ではとても立派に育っています。あ、ママから返事来た。スケルトンのエレベーター。外が見えるスケルトンのエレベーター降りたらすぐ右手だって。
あ、そっか、30階だからここじゃないのか。うん、そもそも違う。もうお店がない。そっかそっか。パパと出会ったのはバイト先で、日本に来て間もないイタリア人だったので、日本を連れて回ったら喜んでくれるかなという思いでお友達になりました。ここが一番最初にお茶したカフェです。このカフェにはビアンカが生まれた後も他のママ友は行っていましたが、私はビアンカが大泣きするので我慢。ちなみにママとパパはもうお別れしていますが、2人ともそれぞれ幸せな人生を歩んでいます。お、到着。来ました。カフェミケランジェロ。入れました。入れました。待ちました。うちの母と父は窓際に座ったそうな。早速ね、時間があんまりないのでメニューを触れていきたいと思います。最初ね、ママとパパが出会ったのがママのバイト先で、お母さんは日本に来たばかりのね、ぽっちゃりしたうちのお父さんを、観光して日本楽しんでくれたらいいなみたいな感じで、2人でお食事することになったんです。で、これイタリア人だしね、イタリアンレストランだからお上品に食べたいんですけど、グリッシーニ、イタリア編で出てきたかな、出てきたね。イタリア編で出てきたグリッシーニっていう細い硬いパンみたいなのに生ハムを巻いて食べるんですけど、母が言うにはね、上の方一口分だけカリってやろうとしたら下の方までパキッて言われてポロポロポロってなって、お上品に食べたいのにどうしようってなってた。食べづらいよね、あれ。慣れないと。慣れないと食べづらい。私よりも母が若い時だったの。その時にはもう私も弟も生まれてるから。ビアンカの年ね。私の年ですごいね。来ました。ピッツァみたいなやつ。そうだね。ピンサ。生ハムとブラッドオレンジの相性がすごくいい。フルーツと合うよね、生ハム。なんかジャムみたいなの乗ってる？ジャム？なんか甘い気がする、結構。ね。うん。美味しいね、生地サクサク。美味しい。それエスプレッソとチョコレートケーキ。あなたは食後にカプチーノダメです。食後にカプチーノ。ダメです。イタリアでは基本エスプレッソかマキアートです。お茶した当日はパパはお酒を飲んでいて、酒豪の母は一緒に飲めると大喜び。ですがそんなにお酒は強くなかったみたいで、すごく好きってわけでもなく、家では全然飲まなかったそうな。とほほ。でもさ、お酒で言うとさ、タイカもさ、デートの最初かっこつけたの？かっこつけただと思う。さすがになんか初対面でいきなりソフトドリンクに行く勇気はなかった。いいのに僕お酒飲めないんだよね。よかったな。でもすぐバレたよね。すぐバレた。顔赤くなるから。無理しなくてよかったのにってなったね。
まあ、一緒に飲めたら楽しいが、飲まないってことの良さもあるよね。私が気兼ねなく飲めるから。そうだね。車移動の時もね。私が22歳になる2週間前に鹿児島でビアンカが誕生しました。誕生した後、パパの仕事の都合で東京の代官山で暮らすことになりました。ビアンカはとにかくいつも怒って泣いていて、抱っこかおんぶしてないと寝ないし、おしゃれな代官山でクマを作ってボロボロになりながらビアンカを育てました。というわけでですね、今こちら代官山の私がちっちゃい頃に住んでいた住宅地周辺をお散歩しております。今どこだ？あ、あっちだ。私は話し始め、おばあちゃんの、鹿児島から来たおばあちゃんの影響で、この高級住宅地で鹿児島弁だったそうです。おばあちゃん、ハイチュウ、ハイチュウつってハイチュウをとにかくおねだりしていたそうです。かわいいね。あとめちゃめちゃ手がかかるエピソードで言いますとですね、私ずーっともうとにかく感触、もうすっごい泣いて一回12時間泣き続けたことがあって、あ、24時間だ。え？ビアンカが24時間泣き続けて救急車呼んだのもここマジ？で、マンションの玄関前に救急車は着きました。赤いランプに泣き止んで、ママとパパは救急車に乗り込みながら、なんで乗るんだっけって思ったし、病院に着くまで泣いてくれって願ったみたいで、医者には赤ちゃんは泣くのが仕事だから、泣かない時に異常があるから泣かない時に連れてきてくださいって言われてで、ママはビアンカがどこが痛くて泣き続けてるのかってずっと心配だったんだけど、生まれてから切れてたんだねうわーってで、感触。抱っこかおんぶしないと寝ないし、寝てくれないとママが家事も何もできないから、うん。こんなおしゃれな代官山で、もちろんね、おしゃれな抱っこ紐とかさ、おんぶ紐とかさ、うん。デパートですごい高いの買ったんだけど、それよりも胸の中でバッテンのダサいザ昭和みたいなおんぶ紐で背中にビアンカを縛り付けて、なりふり構わず、周りは綺麗なねセレブのお母さんたちがホホホホって行き交ってる中、ママは昭和のバッテンでクマ作ってボロボロになりながらここね、かわいそう。大変でしたね。ママ大変だったね。ね。結構母にはご迷惑をおかけしたようで、元気に育ちました。ビアンカが泣きまくった思い出の地。爆泣きの。泣いてたってね、でもね、何かが痛かったり悲しいとか寂しいとかじゃなくてね、ブチギレてたんだよなんで海やがったです。以上。いいね。いかがだったでしょうか。私の母と私の赤ちゃん時代の記憶に会いに行ってきました。実は私にとって東京って結構息苦しい場所というか、そんなに好きな場所ではない、むしろ苦手な場所。満員電車とかぎゅうぎゅうとか、夜だと音と光と忙しくて苦手だったんだけど、今回やっぱり母の未来に胸がワクワクしたっていうような記憶と合わさって見ることで、あ、ここってそういう場所なんだなって誰かにとってっていうのが分かって、ちょっと東京の見方が変わったかも。これはね、ビアンカのお母さんの記憶をめぐって、鹿児島から東京にやってきて新しい人生のスタートの地を実際に見て、ちょうど俺らも新しい人生のスタート
切ったなんか似たようなタイミングというか、おー、確かに、なんかこのタイミングで巡れてよかったなって思うね。そうだね、うん、そうだね、確かに。同じ気持ちになったというか。あー、それはあったね、作品で言うと、これを巡らずに東京を私が描いていたら、多分もっと暗い、忙しい、嫌な感じが出ちゃってたと思うんだけど、私もね、自分で明るい色使い出して驚いたの。だからなんか作品にも感じ方が変わったのが出てるなって思った。影響したんだね。うん、今回撮った写真は、ビアンカのお母さんが首が痛くなるほど見上げたっていう NS ビルの中から撮った写真で、当時のビアンカのお母さんが体験したであろう角度からちょっと下から広角で撮って、結構うまく撮れたかなって。今回ビルの中を撮るのは初めてだったんだけど、いつも自然だから、そうだよね、なんかこのタイミングじゃないとなかなかビルあのアングルから撮ろうと思わないから。でもあのビルはあのビルで結構不思議だよね。中にあれだけの縦長の空間が広がってるっていうのは建物としても面白いしね。吹き抜けじゃないけどね。初めて見たああいう建物。面白いよね。だから撮ってて、新鮮な気持ちになった。なるほどね。いろんなものを撮ろうって思うね。いいね、楽しみだね。ということで、今回は私の家族と私の思い出の場所でしたが、皆さんの思い出の場所にも足を運びたいと思っておりますので、エピソードとともに自分の思い出の場所を概要欄に貼ってあるメールアドレスか、インスタグラムのアカウントの DM からメッセージお待ちしております。言い忘れたんですけど、YouTube のコメント欄でもお待ちしております。待ってます。それでは次回の山と僕らまで。バイバイ。